花のおじいさん。昔々あるところにとても花の好きなおじいさんがいました。おじいさんは自分の家の庭にいつもたくさんの花を植えています。おじいさんは毎朝早くに庭をきれいに掃除して、木にも草にも一本残らず丁寧に水をやります。新しく咲いた花を見つけると、おじいさんは喜んでその花にお辞儀をしたり、お酒を供えたりしました。雨がひどく降ったり、風が激しく吹くときなどは、おじいさんは夜中でも起き出して庭を見守ります。もし折れそうな枝があると、竹で作った支えをしてやります。しぼんだ花や散ってしまった花を見ると、かわいそうになあとため息をついて涙をこぼします。そして散った花びらをはき集めて一つ一つ水できれいに洗います。それから甕の中に入れて土に埋めてやります。花のお葬式です。おじいさんはこれほどまでに花をかわいがっているのでした。ある日のこと、そのおじいさんの家のそばを乱暴な男たちが通りかかりました。お、ここが花狂いのじいさんの家だな。入ってみよう。乱暴者たちはおじいさんの家の扉をどんどんと叩きました。おい、俺たちにも庭の花を見せろ。おじいさんは仕方なく乱暴者たちを入れてやりました。庭にはちょうどボタンの花がいっぱい咲いていました。でも乱暴者は花も見ないで仲間たちと一緒に酒を飲み始めました。そのうちに酔っ払った乱暴者はそばにあったボタンの花の枝を折ろうとしました。おじいさんはびっくりして、あ、やめてください。花がかわいそうです。と止めに入りましたが、うるせえ、こうしてくれるわ。とボタンの花をみんなへし折って笑いながら庭を出て行きました。おじいさんはめちゃくちゃにされた花を見てポロポロと涙をこぼしました。ああ、かわいそうに。かわいそうに。するとその時、もしと優しい声がしました。おじいさんが振り向くと美しい花の仙女が立っていました。おじいさん、そんなに悲しまなくてもいいですよ。花はみんな元に戻してあげます。花の仙女はそう言ってパッと消えてしまいました。そしておじいさんが花を見てみると、いつの間にか花はみんな元通りになっており、どの花も前よりもっときれいな色になって咲いていました。よかった。本当によかった。仙女様、ありがとうございます。あの乱暴者たちはあれからすぐに手や足の動かない病気になったということです。おじいさんは大好きな花と一緒にいつまでも幸せに暮らしました。おしまい。